はいどうも、直樹です。前回は僕のメインキャラクター、バイケンを紹介してきましたね。バイケン使いが増えて、僕にアドバイスが欲しいという思いもあって、ちょっと長い動画になってしまいました。さて、今回ご紹介するキャラクターは、どう見ても女の子です。本当にありがとうございました。のブリジットです。今回もプロフィールをピックアップして紹介してみますね。詳しくは右枠に書いておきます。身長158センチ、体重50キロ。これはもう女の子ですね。ただ、バイケンよりは体重が重いんですね。そこはこう、比較的に男の子設定って感じなんですかね。趣味、ヨーヨーと影で男らしく務めると、昼寝と。ヨーヨーとしれっと書いていますが、実はヨーヨーは、ヨーヨーを楽しむくらい自分は幸せだよというようなメッセージが込められています。ストーリーは口述しますが、結構苦労人なんですよね。それと、萌え属性についてはこちらかなと思います。こんな萌え属性もあるぞというのがありましたらコメントをお願いします。個人的にいいなと思う萌え要素はオープンフィンガーグローブです。オープンフィンガーグローブ、男のロマンですよね。さて、キャラクターストーリーの方を紹介しますね。ブリジットは大富豪の家に生まれた双子の男の子でした。ただしその村には男の双子は不幸をもたらすとして、本来であればブリジットを村から追い出さないといけませんでした。そこで両親は女の子として育てて、村の迷信から逃れていました。両親はブリジットに大変申し訳ないと感じていたところ、ブリジットは幸せであるという自己表現からヨーヨーを始めました。ただ根本的な解決になっていないので、解決するには男として生き、かつ不幸をもたらすという迷信を覆すようなことをする必要があると思い、ブリジットは賞金首を追うことにしました。キャラクター設定についてはこんな感じです。ちなみにクマのぬいぐるみはロジャーという名前です。それでは格言においてのブリジットですが、ヨーヨーを用いたテクニカルキャラクターになります。ヨーヨーは設置できて、設置したヨーヨーを軸にいろいろな攻めや守りをしていきます。ある時はヨーヨーを基準に、自分を引き寄せるローリング。ある時はヨーヨーを引き戻して攻撃。ある時はヨーヨーをクマのぬいぐるみにして攻撃などなどがあります。参考動画はこちらになります。このようにヨーヨーを設置できます。設置方法はいろいろあるので、そのタイミングに応じたヨーヨーの設置の判断を求められます。設置したヨーヨーに対しては各種行動が可能です。例えばクマさんを召喚して相手にガードをさせてから、攻めに転じられます。他にもヨーヨーに自身を引き寄せるローリングをできたりします。このようにヨーヨーを使うことでトリッキーな動きをしながら戦っていくことになります。それらを踏まえるとブリジットのレーダーチャートはこんな感じかなと思っています。攻撃力は正直低い方になります。コンボパーツがあまり攻撃力の高い技で構成できないので、低いと思います。なので大ダメージコンボを叩き込むというよりは細かくちまちまとダメージを取っていく印象です。防御力は標準より少し低いくらいになります。機動力は正直かなり高いと思います。ヨーヨーのおかげで、かなり機動力を向上していると思います。このように画面を往復することもできたりします。近距離2、中距離4、遠距離3と、個人的にこの距離が適正距離というものが特にないように思えます。ヒット&ウェイをしてチクチクダメージを取って最終的にブリジットの方が体力が残っているというのも多いです。中距離は状況有利を作っていく距離だと思います。ヨーヨーをいい位置に配置してヨーヨーを絡めた攻撃から攻めに転じていく距離です。基本的にヨーヨーを起点として、近づきながら攻める感じです。遠距離はヨーヨーを動かして距離を詰めていく距離だと思います。ブリジットの戦闘スタイルはこんな感じかなと思います。さてブリジットのカラー一覧はこちらになります。自分の好きなカラーを見つけましょう。そしたらさらにキャラクターに愛着が湧くはずです。セット3とセット4の D ボタンがゲーセンオリジナルカラーなのでゲーセンで確かめてみましょう。今回はここまでになります。次回は薬物中毒だったチップになります。それではバイバイ。はい、動画の方は以上になります。ACPR のフリープレイが毎月最終日曜の19時から、新宿スポーツランド本館で開催しています。
初心者の方でも手取り足取り教えますので、少しでも興味があればお気軽にご参加ください。疑問等がありましたら、私のツイッターに質問箱や DM で投げてください。それではよろしくお願いします。